こんにちは。暮らすように旅をするアメ旅です。1年間のヨーロッパ旅で本当にお世話になった Airbnb。 でもいろんなトラブルも経験しました。今日は実際に起きた Airbnb トラブルベスト3をご紹介します。最後のトラブルはめっちゃ困ったけど一生忘れられない思い出なので、ぜひ最後までご覧ください。第3位、水漏れ。日本の宿と違って驚いたのは、意外とあちこちから水が漏れること。一番大変だったのはトルコ・イスタンブールでの宿。滞在3週目、なんと一度も使っていない食洗機から水が漏れ始めました。すぐにホストに連絡して業者と一緒に来てくれました。でもすぐ治らないよ、ごめんねとのこと。あと1週間の滞在だし大丈夫かなと軽く考えたのが失敗でした。タオルで押さえてもどんどん漏れる水。私たちは数時間おきにバスタオルを絞る羽目に。そのうちホストとも連絡が取れなくなり、結局連絡がつかないまま最終日を迎え、鍵を置いて退去。今思えば水漏れが起こった時点で返金をお願いして宿を変えるべきでした。それからホストから返事が来なくなった時点で Airbnb に連絡するべきだったと思います。そしてこのホストとのやり取りが第2位につながります。水漏れ宿を退去して1ヶ月後、私たちはトルコの次の国ジョージアを楽しんでいました。そんな中 Airbnb から水漏れ宿に関して一通のメールが届きました。内容は、あなたが水漏れを起こした部屋の備品の再購入のためのお金を払ってくださいという内容。私たちは食洗機、キッチンマット、ドライヤー、フライパンを壊した人としてホストから Airbnb に報告されていました。その金額は日本円にして10万円少し。この内容には私たちもびっくり。すぐに Airbnb に反論メールを送りました。そもそも工事まで入った食洗機を私たちが壊したなんて。WhatsApp でのやり取りのスクショや写真を全部提出し、原稿用紙10枚分の文章を2人で必死に書きました。その結果、私たちの言い分が認められ始め、最終的に支払いはゼロになりました。ここから得た教訓はたくさんあるんですが、ホストとのやり取りは Airbnb のメッセージ機能を使うこと、写真に残しておくこと、それからこの人この宿やばいかも、センサーを大切にして自分を信じていくことです。どっから来たん、その旅猫。海外の宿では猫の訪問者がしばしばありました。初対面とは思えない感じです。ここから入ってきたん。たぬきちゃん。かわいい。めっちゃくつろいでるけど。開けたらいたん？開けたらいたん？そして皆様もうお気づきでしょうか。もう生まれそう。どうしよう、なんかちょっと多い。そう、お腹に赤ちゃんがいるようでパンパンです。どうしよう、家で産んだら。可愛いけど。タヌちゃんが毎朝挨拶に来るようになって4日目、いつもと様子が違いました。今日は寝転んだままなかなか動こうとしません。そして撫でてほしいと夫に催促。これはもしかするかもしれないと思い、私たちも覚悟を決めました。夫のパーカーを引いてみると、すぐに上に寝転びました。目がうるうるしています。そしてこうなりました。この体勢で一生懸命に息んで、
ついに生まれました。1匹目は小さな黒猫です。2時間半かけて6匹の子猫が無事に誕生。ホストに連絡して24時間だけ見守ることに。びっくりしたけど、かけがえのない経験をさせてもらったことに感謝です。頑張ったね。ここまで言葉や心が通じることにびっくりしています。というわけでトラブル第1位は猫の出産でした。今日はトラブルの話でしたが、Airbnb では素敵な宿やホストに出会うこともあります。一緒にゲームをしたり、コーヒーを飲んだり、ホテル宿泊ではできない経験があります。私たちはこれからも Airbnb を使って暮らすように旅をするつもりです。次回3ヶ月のアジア旅行へ出発。初めての韓国。辛いものが苦手な私でも楽しめるのか、ぜひご覧ください。ここまで見ていただきありがとうございます。またね。